ーさんのもっと楽しむ音楽ラジオ。毎度おなじみもっと楽しむ音楽ラジオ、音楽大好きつーさんです。カッキーンということで夏が始まりましたね。今回は夏の高校野球テーマソングバウンディさんのかげろうを楽曲解説したいと思います。イエーイ。いや、なんでこの曲をね選んだかっていうと、こちら公式で上がってる、高校野球の PV っていうんですかね。これ見たんですけど、熱い。いろんな意味で熱いです。なんかね、すごいいい映像なんですよ。汗だくで戦う選手、笑顔、涙、ぐーっと詰まった映像になってるんですけど、ここにバウンディさんの新曲かげろうが流れるんですね。なんていうか、荒れ狂ったバウンディさんを聴くことができる曲になっております。どう荒れ狂ってるのかっていうのが結構音楽的にも面白いので、それをちょっと解説していければと思います。このチャンネルでは音楽を聴くのがもっと楽しくなるをテーマに、深すぎる楽曲解説だったりとかリアクション動画っていうのを投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録してご覧ください。それでは、行ってみましょう。ちょっとまず最初聞いてほしいんですね。なんかさ、もう開始1秒からすごくない？何か普通ではないという感じが伝わってきますよね。これ今まともな音程がほぼ鳴ってない状況になってます。ドラムとベースはちゃんと仕事してるんですけど、ギターの人がジャンジャジャンジャ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 ンジャジャンジャジャジャっていう、サンボマスターとかもよくやるやつですけど、コードにならない音が鳴るんですね。ジャンジャジャンジャ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 ン、何弾こうかな、何弾いてやろうかなっていう感じの音が鳴ってます。そして、しかもそこに変態的なチェロが鳴ってるんですよ。Why Japanese people? どうしてこんな変なチェロを弾くんだいっていう感じです。基本的には J-POP ってドレミファソラシドで作るんですよ。例えば、この中で作る。これが普通ですよね。ただ、これはもうドレミファソラシドに全然当てはまってない。あれこれキー何なんだっけってなります。強いて言えばちょっとインドっぽい音階っていうか、例えば、こういうのありますよね。なんですか。そのインドっぽいことやるんだったら、ベースは、ラじゃなきゃいけないんですよ。なのに、ベースがこの曲、ミを弾いてます。なので、一緒に弾くと、ってなります。ホラー映画でしょうか？つまり、音楽的に全く気持ちいいとされない音程にこの曲なってるわけです。音楽の先生だったら、全部書き直してくれるかなっていうような音程がずっとなってるわけです。じゃあこれバウンディさんミスったってことってなるかと思うんですけど、そうではないと僕は思いますね。これはわざと何かを表現したいわけですよ。つまり、その音楽理論とかまだ分かってないぐらいの若造がとにかく音鳴らしてっていう、これで合ってるか分かんないけどとりあえず鳴らしたいっていう、そういう初期衝動の塊みたいなものをこの音に込めてるんじゃないかと思うんですよ。だっておかしいもん。これがね、なんと A メロまで続くメインリフなんだよね。やばいよね。じゃあ続きいきましょう。もうすごいよね。ってなってるところに、焼かれて水を追いかけてわーってなります。パニック。つまりベースのミとチェロのラシストシャプレットメロディーがミソを鳴らします。全部一緒に鳴らすと、キモいキモすぎる。これはもう全部勢いですね。再開もこんな感じだったよね。バウンディさんってドレミファソラシドを使いましょうねみたいなルール絶対知ってるんだけど、わざと壊す時がある。それが破天荒さというか、バウンディさんの性格だとも思うんだけど、を表してるような気がする。あと、もう一個思うのは、バウンディさん絶対スプラトゥーンやってると思う。スプラトゥーンのサーモンランとかの曲知ってます？みたいなやつ。
なんかもうめちゃくちゃな曲なんだけど、なんかチェロで弾いてるんだけど、そんな感じ。チェロって普通さ、静かに、ラー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 とかって弾く楽器なのに、ルルルルルンってわざとやるっていう、優等生が不良に走るみたいな音の使い方を今回してると思うんですよね。ベースとかドラムとかも高校生に演奏させたんかなっていうぐらい、リズムもカチッとしてないし、荒い演奏になってるんだけど、プロのミュージシャンたちに高校生に戻って叩いてくださいとかって指示してやってるような気もします。で、そこに入ってくるバウンディさんの歌声、もうさ、超ダミ声です。焼かれて逃げ水を追いかけては、じゃなくて、もう出だしから、裏声から入ります。ヒステリックに。焼かれて逃げ水を追いかけては、って歌ってますね。これもう、一瞬で喉潰す。もう、今しか考えてない感じ。撃てお前ら行けーって、ベンチから叫んでる奴らの声色ですよね。とか説明しただけでちょっと声枯れたかもしんない。だから、この曲が総合して訴えかけてるのは、もう、青春というものは、衝動であり、抑えきれないパワーの爆発なんだという、バウンディさんのもうはっきりとした定義だと思いますよ。例えば、青と夏だったらさ、結構爽やかだよね。なんか、ストリングスで、ヒャーとか言って、夏が始まったいつがしたとかね。あとはちょっとなんかもう戻れない切ないものとして藤井風さんなんかは青春病を作ったよね。まあ、いろんな定義がなされてる中で、バウンディさんが選んだのはもうはっきりもう爆発であります。焼かれて逃げ水を追いかけては追いつけないおどけた魂が俺に見せる幻。こんな感じか。6つ。俺に見せる幻。ここだけ一瞬ちょっとメロディアスっていうかコードも成立してる。ただその瞬間、次の瞬間からまたなんか戻ったけどダメかみたいな。主人公自身がもう抑えが効かない感じがするよね。あ、ちょっとさすがにちゃんとしとけるはずありませんからねみたいな感じでパーッと飛び出していく感じです。で、この混沌とした状況が50秒続くんですけど、その後に僕たちの苦しみ、もだえが報われる瞬間が来ます。それがサビに入るところです。魂がどれも揺れる心揺れる影や揺れる心を許すのならばこの涙誰のために流せばいいって感じでサビに入っていきます。これすごくないですか？揺れる心ここで、キーが E マイナーから A メジャーっていう明るいキー、優しいキーに転調します。っていうか、なんならもうここまでキーっていうかみたいな。なんかもう、これ何みたいな。みたいな瞬間結構多いんですよ、この A メロ。音楽の先生とかが、バウ君、すごい気持ちはわかるんだけども、ちょっと音楽的に成立してないかも。って先生が言ったのに、は？うるせえ！それは、俺の揺れる言葉、魂、それを表現してるだけなんですけど、って感じで、もう勢いに乗った青春バウンディが、ドド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 って進んでった先に、多分仲間がいるんだよね。仲間が一緒に歌い出して、それに合わせて、キーが優しく、そして音楽的に成立した音になります。これがね、最高に気持ちいいんですね。このメロディー運びとかももうバウンディだなっていうか、本当に勢いで転調してるんですけど、その音楽的な良さを解説することがちょっと野暮になるぐらい、それがまたかっこいいっていう転調になってますね。僕がこの涙何のために流せばいい目にかかる砂煙が見せてた熱が今こそ嘘吹いてくれかげろかげろみたいな感じです。
で、この歌詞を読むとさ、ならばこの涙誰のために流せばいいっていう質問。これは本人もわけわかんなくなっちゃってます。ベランダに落ちた鳥が悲しくて泣いたらいいの？花が綺麗で泣いたらいいの？それともあの日憧れた僕に対して泣いたらいいの？でも多分バウンディさんはもう答え分かってて、それは何だっていいっていうのが答えだと思います。青春によって溢れ出したパワーっていうのは、生まれた瞬間には目的地がまだないわけ。この感情って、これどうしたらいいのっていうのをみんな、私は絵を描く。俺は野球をする。俺は学校なんか行かねえ。プロのミュージシャンを目指すぜとか、みんなね、それぞれの衝動に沿って動くのが青春だと思うんだけども、この衝動に今だけは目的があると思わせてくれ。かげろうっていう、そういう歌詞なんじゃないかなって思いますね。まだ答えを知らない少年青年がワクワクドキドキ、あるいは相手チーム仲間への劣等感、苦しみ憎しみみたいないろんなもうぐちゃぐちゃぐちゃってした感情を泥臭く歌にぶつけている曲なんじゃないかなって思います。これね、ちょっと映像も相まって僕ちょっと初めて聞いた時ちょっと感動しちゃったんで、ぜひ皆さんも今一部しか流さなかったですけど、ぜひ動画でフルで上がってますので YouTube で見てみてください。かっこいい。ということで、バウンディさんのかげろうの解説でございました。動画の内容とかも含めて感想をまた教えてください。ということで、音楽大好き、つーさんでした。また次回。かっこいい。